黒い太陽が語る日食と文化の交差点。今日は日食に焦点を当て、この天文現象がどのようにして人類の歴史や様々な文化に重要な役割を果たしてきたのかを掘り下げていきます。日食と古代文化。紀元前2134年、中国の日食、天の命令。広大な中国の大地に突如として暗闇が訪れました。この日、空には黒い太陽が現れ、民衆の間には恐怖と動揺が広がりました。日食は天が下す警告とされ、人々はこの不吉な兆しを何とか解釈しようと試みました。この時の皇帝、中宗は宮殿の庭で仰ぎ見る太陽の異変に心を痛めました。彼にとってこの天体現象はただの自然の営みではなく、自らの知性に対する天の評価と受け取られました。中宗は自らの政治が天に受け入れられていない証として、この天の暗転を重く受け止めました。彼はこの日食を契機に国内の政策を見直すことを決意しました。翌年、皇帝は積極的に政治改革に乗り出し、腐敗が進んでいた官僚制度の刷新や民衆の負担を軽減するための税制の改正に着手しました。これらの改革は天意に従うという名のもとに進行され、皇帝の権威をさらに固めることにも寄与しました。この史上記録された日食は、中国の歴史において初めて天文現象が直接的な政治的影響を与えた例として記録されました。天の怒りを感じ取った中宗は、自らの知性を改め、新たな方針を打ち出すことで国をより強固なものにしようと努めました。日食は皇帝にとってただの恐怖の源ではなく、国を正しい方向に導くための重要なメッセージとなりました。紀元前585年、タレスの日食予言。イオニアの地で名高い哲学者タレスは、星々の配置から特異な天体現象が迫っていることを見抜きました。その予測される現象は、太陽が突然闇に消える日食でした。この年、メディアとリディアの間で緊張が高まり、両軍は戦場で対峙していました。戦いが激しく続く中、タレスが予言した日が到来しました。戦場に集まった兵士たちの間で、日が徐々に暗くなり始め、完全な日食が発生した瞬間、天は真っ暗に覆われました。この突然の暗闇は、戦士たちに深い恐怖を植え付けました。彼らはこれを天の意志と解釈し、神々の不況を買ったと恐れました。戦場の指揮官たちもまた、この不可解な現象に動揺しました。戦いを続けることが、神々の怒りをさらに買うことになるとの恐れから、両軍は互いに戦闘の停止を決定しました。この日食はメディアとリディアの間で急速に和平協議が始まる契機となりました。両国の指導者たちはこの天の印を和解の機会と捉え、長引く戦争に終止符を打つための交渉が進められました。日食の奇跡がもたらした一時的な暗闇が争いを照らす光となり、新たな平和の道を切り開きました。バイキングの伝承と日食、天狼星スコルの物語。かつてのバイキングの社会では、日食が起こると、それは天狼星スコルが太陽を飲み込んだと解釈されました。この伝説は、日食の際に空が突然暗くなる現象を理解しやすい形で解釈する手段でした。ある日、北欧の広大な空に日食が訪れました。太陽が徐々に暗闇に覆われていく様子を目の当たりにしたバイキングの人々は、その現象を天狼星スコルの仕業と捉えました。彼らにとって、これは単なる天体現象ではなく、神秘的な力の表れであり、神々の存在を感じさせる瞬間でした。コミュニティの中で、恐怖と畏敬の念が高まる中、村人たちは集まり、太陽を取り戻すための儀式を始めました。彼らは盾をはたき、剣を振るい、大きな騒音を上げて天狼星スコルを追い払おうとしました。この騒ぎは村全体で共有される集団的な行動となり、皆の結束を一層強めることとなりました。太陽が再び姿を現すと、人々はこれをスコルが退散した証として大いに祝いました。この伝説によってバイキングの人々は自然現象を通じて神々との対話を行っていると感じ、コミュニティはさらに固い絆で結ばれました。日食が引き起こした歴史的出来事。1919年の日食とアーサー・エディントンによる
一般相対性理論の確認。1919年5月29日、世界中の科学者たちの注目が一点に集中しました。この日、アーサー・エディントンはアフリカのプリンシテ島とブラジルのソブラルで太陽の周りの星々の位置を測定するために日食を利用しました。彼の実験はアインシュタインの一般相対性理論が予測する光の曲がり方を検証するものでした。日食が進行するにつれて普段は見えない星々が観測可能となり、その位置が予想通りにずれていることが確認されました。この発見は物理学の世界に革命をもたらし、ニュースは全世界に速報されました。アインシュタインの理論は科学界に受け入れられ、エディントンの努力がそれを世界に知らしめたのです。第一次世界大戦中の1918年の日食。1918年6月8日、アメリカを横断する日食が発生し、広大な範囲で観測されました。この日食はアメリカ大陸横断日食と呼ばれました。完全日食の瞬間、周囲は夜のように暗くなりました。星が一時的に輝く天空が広がり、通常は見ることのできない天体が観測される貴重な瞬間でした。この奇跡的な光景は第一次世界大戦の陰で暗く沈んでいた国民の心に一時的ながらも明るい光をもたらしました。特に科学者たちにとってはこの天文現象はさらなる研究の触発となりました。日食の美しさとその科学的意義に心を奪われ、多くの人々がその神秘に魅了されました。日食と現代科学技術の進展。過去数十年にわたり日食観測技術は顕著な進化を遂げました。特に太陽のコロナやプロミネンスといった以前は詳細に観測が困難だった太陽の領域の研究が可能となりました。これは高解像度の撮影技術と宇宙からの直接観測が可能な最新の衛星技術のおかげです。これらの進歩により科学者たちは太陽の活動パターンをより深く理解することができるようになり、太陽嵐のような現象が地球にどのような影響を及ぼすかを事前に予測する技術も飛躍的に向上しました。このような技術は地球の通信網や衛星システムを保護する上で極めて重要です。2035年の日本における皆既日食。2035年には日本で非常に珍しい天文現象である皆既日食が観測される予定です。この日食は北海道をはじめとする広範囲で見ることができ、科学者だけでなく一般の人々にとっても大変貴重な観測機会となるでしょう。天文学への関心を一層深める絶好の機会となります。これにより日食の科学的側面だけでなく、その文化的意義についても再認識されることが期待されます。科学技術が進歩するにつれて多くの自然現象が解明されてきましたが、日食は今なお多くの人々にとって神秘的な魅力を保ち続けています。その一瞬の美しさとともに、天文現象がいかに私たちの生活や文化に影響を与えるかを象徴する出来事として、日食は多くの人々にとって特別な意味を持ち続けています。興味を持っていただけた方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもお待ちしています。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。